強靭な精神と肉体を持つ選手たちがぶつかり合うプロレス。ここ新日本プロレスで大会の空間づくりを担うのが興行事業部だ。今までに何回ぐらいリング組み立てたんですか？途方もない数ですね。何千でしょうね、多分。それと同じ数をばらしてますね。当たり前ですけど。裏方でありながらリングという表舞台でも働く男がいる。佐藤健太、新日本プロレスの大会を支える巡業スタッフの一員であり、プロレスの試合を裁くレフェリー。華やかな戦いのリングに込められた裏方たちの思いとは。来年2022年に創立50周年を迎える新日本プロレスは、日本全国、時には海外へ赴き、年間150以上の大会を行う。入社して一番長かったのは3週間ぐらいかかりましたね。走行距離で5、60万。5、60万ってめちゃくちゃ走ってますよね。地球から月まで多分1回は行ってますね。暑い日も寒い日もプロレスを届けるために日々走り続ける。ワンとファイスリー、それでもう見た瞬間に衝撃。戦いに魅せられた少年は今、戦いのリングを作り、自らもそのリングに立つ。未来のメインイベンターのレフェリーになると思うからさ。本当に健太さんにはお世話になりっぱなしで。プロレスの舞台を作る裏方たちの素顔。まあもちろん普段は見えなくていい部分だとは思います。緊急事態発生だよ。生半可ではできないよ。リングと共に生きる男、そして男たちの物語。ケントさん、お疲れ様です。お疲れ様です。すみません、ちょっと今日から約3日間ほど密着させていただきますので、よろしくお願いいたします。大丈夫ですかね、僕で。いや、全然でも、ありがとうございます。はい。今回の密着は10月12日ゼビオアリーナ仙台での大会から始まった。大会開始3時間前、まだ選手は到着していない。自分本来あんまりこういう控室のちょっとロスイングは入らないんですけど、健太さんが普段どんな仕事をしてるのかな。いろいろあるんですよね。はい。これを控室前に貼っていくと。はい、それぞれで今ここで、若い方が、はい。これを今振り開けて、控室振り開けて出て、うわ、広いですね、ゼビオアリーナって。でもう並んじゃったんですけど、はい先とかですね、僕らが。あ、もう全部。はい。この椅子もリングもそうですよね。リングはもう昨日。昨日のうちに、はい。設営してしまってます。リングは大体何分ぐらいで組み立てられるんですか。早ければ1時間半、会場にもよります。1時間から1時間半あれば、この形にはなります。またそのリングの作り方もちょっと山形の方で撮影させていただきます。リングから控室まで見える場所、見えない場所にかかわらず、興行事業部のスタッフは大会に必要なものを全て揃える。リング作りは重要な仕事の一つ。その様子を別の会場で撮影させてもらった。皆さん、じゃあ今からリング設営ですね。はい、はい。
1時間ぐらいで終わると思います。多分まずリングの支柱となる鉄の柱、そして床に敷くマットを運び出す。この鉄柱、実はものすごい秘密が隠されていた。それを知ったのは前日。ケンさん、この支柱って何キロぐらいあるんですか？100キロ近くあります。100キロ、はい、100キロもあるんですか？それを一人で持ち上げるんですね。意外とバランスで持てます。いやすごいですね。コツがあるってことですか？あります。100キロ。リング四方を囲む鉄柱の重さはなんと1本100キロ。それを皆難なく運んでいる。リング設営の様子に戻ろう。じゃあ健太さん、一つ聞きたいんですけど、これって本当に一箇所でもうまくくっついてなかったりだとか、うまく設置できなかったりしたら危ないわけですよね。そうですね、危ないですし、多分やっぱそこかしら組めなくなると思います。じゃあもう本当に選手の命を守ってると言っても過言ではないですね。ツアーかもしれないですけど、そうね、ここに直結はすると思います。今までに何回ぐらいリング組み立てたんですか？途方もない数ですね。何千でしょうね、多分。それと同じ数ばらしてますね。当たり前ですけど。鉄柱を組み終えた後はリングのキャンバスとなる部分に板を敷き詰める。自分的に思い出深いのは、自分何度かこうリング設計のこう手伝いをしたことがあるんですけど、この板を何枚持てるかみたいな。やりましたね。若い頃は無駄にすぐやってましたよ。もう最近はやらないですか？やらないです枚数での挑戦はもう、はい、でもそれぐらい最高13、14回はい続きましたね。それ以上は手が届かなかったです。もうちょっと乗せてるんですけど、手が支えられないんで。相当重いですよね。安倍さん、これ何確かめてるんですか？これはですね、こう簡単に言うと板がこう均等にこう入って変な隙間ができてないかとか、それをチェックしないと危ないんですね。そうですね、バランスよく整えてる、感じですね。鉄骨組んで板を引いたら毎日やってることですね。これは何の調整ですか？選手が技でこう落ちた時に板が跳ねてポリ板同士が重なったりするので、細かい板を入れてそうならないように調整してる感じです。ここがガチガチに入っちゃってると直しづらいので、重なった時でも直しやすいように多少の隙間を空けて調整してる感じです。作業開始から20分、リングの土台が出来上がった。ここからはリングにキャンバスを張ると同時にリングと客席の間に防御用のフェンスを立てていく。見慣れたいつものリングに近づいてきた。今日はこのはみ口とリングのセンターまでがかなり近いので、そしてフラットなので、そういうのもあるんですね。苦労しないで。逆に大変な時ってどんな時なんですか？アリーナの2階3階にある会場が、それはそれってもう階段を全部担ぎ上げです。エレベーターとかで、やっぱりこういう鉄柱なんていうのは重量もあって乗せられないし、高さもあって乗せられないので、担ぎ上げです。担ぎ上げて2階まで持っていくんですか？マックス3階の会場。3階まで100キロの支柱を持って30分でリングはほぼ完成した。四方にロープを取り付けていく。
通のワイヤーですもんね。そうです。本当に何の変哲もないワイヤーに本当硬いゴムを巻いただけなので、すごいですよ。ロープワークするだけで結構しんどいと思います。選手すごいなって本当に思います。完成ですか？これだとは掃除をして、掃除と消毒ですか？消毒です。この密着を終えた後、健太さんが新日本プロレスに入社してからの大会数を調べてみた。日本国内の大会だけでおよそ2500。つまり健太さんはこれまで2500回リングを組み立て、そして解体している。今回ヒロムがディレクターとなり、健太さんにインタビューさせてもらった。まずじゃあ健太さんがなんで新日本プロレスに入ったのかなっていうのを、そこから聞きたいなと思って。入った理由はやっぱり、はい、小さい頃から見てた、はい、単純に好きだったっていうところですね。もうこの新日本プロレスがもう最初ですか？それともその前に？母親がですね、女子プロレスが好きで、その影響を受けて、はい、女子プロレスを見てたんですね。はい、で当時はもうプロレスっていうもの、ジャンルが女子のものだけだって思うぐらい、でも母親がだから女子プロレスを見ていた。男もやってるってことを知らないんですか？当時は知らなかったです。普通なんか逆なそうなんですけどイメージですけど、女子のものだと。女子の、ところが当時は土曜日の3時だったんですよね。はい、男子のプロレスがやっていると。でそれが新日本プロレスだったんですね。ワールドプロレスリーグ、それにもう見た瞬間に衝撃を受けて、それからはもう新日本だけですね。最初はなんかプロレスラーになろうとかそういうのではなく、実は、なりたいとは思いました。少し。そうだったんです。ただ待ってと暮らせば背はでっかくならない、体重も増えない。やっぱ一番悩むところですよね、それは。すごい気持ちは分かります。やっぱ健太さんの時とやっぱ時代も違うと思うので、多分自分が入った時よりさらにその身長だとかそういうのは多分厳しかった時代ですね。それで、工業部の方に。そうです。当時は事業部、輸送部です。輸送部のホームページに募集がかかっていて、受かるつもりはなかったんですよね。受けた時にはその大型免許が許されるっていう条件もありましたし、いやもともとそういうこっちの業界のことは何も知らない、ただ外から見てただけだったので、まあ受からないだろうと。ダメ元で。ダメ元だったんですね。そしたらなんかうまくいきました。それは何年前なんですか？2003年に入ったので。2003年に入ったんですか？じゃあもう正直言って暗黒時代ですよね。だと思います。って言われてた時代です。自分が多分ちょうど見始めた頃ですね。その時の新日本プロレスはどうだったんですか実際？どこまで喋って大丈夫？大丈夫ですよ。とりあえず何でも。当時は実際どうだったんですか？どうですかね、正直何もわからない部分、この業界も知らない、で入ってもう1年目、まあ悪いと言われても何が具体的にどう悪いかちょっといまいちわからないっていう部分もあるのと、それと同時にやっぱり例えば大きい会場大阪だと、例えばですけど試合がある月にあって、次に大阪の会場行くと、そのたんびに1キロずつこう座席が減っていくような、ちょっと目で見えるくらいちょっと分かりやすかったんですね、そのお客さんの減り方というか。でもその時はまだ事業部少しずつなんか名前が変わったんですけど、基本的には事業部、この部署が変わることなくいろいろ。でもやってることは今と同じなんですか？本当にじゃあ巡業スタッフっていう感じでじゃあずっとやられてるんです。巡業なんですけど、試合が多い月ですとどれぐらいの日数外に出てることになるんですか？多分選手よりか工業スタッフさんの方が移動って全然大変だと思うんですよ。前の日に出発したりとかありますもんね。で前日からビッグマッチでしたらやっぱりリングとか組み立てたりいろいろされて準備して選手を迎えて選手が試合して
で選手終わってまたすぐ片付けてでまた次の会場に行くわけです。でもその次の会場に行く時に例えば 2,3 日やったら選手は一回東京に帰ってから東京からまた向かったりするじゃないですか。そこで休めるんですけどスタッフさんの場合途中で泊まってまた行ったりするわけじゃないですか。しんどくないですか？そうですね、僕しんどいじゃしんどいですけどしょうがないですよね。先にこう例えば次の興行の土地がある程度距離があると、はい、先に行っとかないとやっぱどんどん余計にきつくなっちゃうんですよね。最高で何泊ぐらい？入社して一番長かったのは3週間ぐらいありましたね。今はもうかなり少なくて出っ放しですか？3週間。3週間経つとなんかこう家の近所かかってるんですね、たまに。新しいものができてたり。ちなみにリングトラックで全て移動するんですよ。新幹線とかそういうのは使ったりはごく稀じゃないですかね。年に1回はないと思います。でもそういう時ってどうやって運ぶんですか？そのリングトラックに積んであるもの。沖縄北海道とかそういうことですよね、はい、どちらもフェリーですね。ということはそのフェリーの船着き場までは持ち込みます、トラックを。でフェリーに乗って。そうです、はい、沖縄の場合だとあれですね、コンテナに乗せ替えてリングだけ。ということは車で行くってことですね。そうです、北海道の場合はもうトラックごとフェリーです。うわ、何時間かかるんですか？場所によりますね。仙台だと確か19時発かなんかなんで、もう仙台で寝てれば翌日朝着きます。ちょっとやっぱ言い方悪いですけどちょっとおかしくなってるんでしょうね。まあ普通の人の感覚ではないですよね。はい、もちろんこう楽しみながら。巡業スタッフが普段乗っているリングトラックとは一体どんな車なのか。ケントさんお疲れ様です。お疲れ様です。密着2日目ですけど、よろしくお願いします。あいにくなるんですね今日。いやでもいいですね。まだでもなんで今日は選手バスなんですか？今日はですね今日会場同じ会場で連戦で、選手のホテルのこのピストンですかね、いつもバスでやるとだいぶそこが悪いんで、街中走るよりだったらハイエースが1台あるんで、そっち選手でそれでもユニットごとにやってもらってピストンで、で僕らスタッフの入って多いので、1台で。そういうことだったんですね。いやもうリングトラックで来るかと思ったんで、そしたらリングトラックが後ろに止まってるんで、そうです、昨日こっち止めてます。せっかくなんでちょっとリングトラックの中を見せてもらってもいいですか？はい。換気をするように常に。サビもすごいですね。これは何年ぐらい使ってるんですか？8年9年走ってます。は行きましょうか。はい、ではだいぶ汚いです。お願いします。もういきなり階段でもうこんななってるんですね。掃除がでここで土足禁止です。これ土足禁止なんです。土足禁です。アメリカみたいな。じゃあちょっとお願いしていただきます。うわすごい。ちょっと暗いですね。うわこういう感じなんですね。いや初めて映りますよ。ちょっと汚いです、本当に。今カメラ入るよって言わないで来ちゃったんでかなり汚い。これはリアルな。そうです。男がやっぱり6人7人乗ってれば意外と狭いですね。なんかもっと広いのかなと思ったんですけど。そうですね。場所は僕は背ちっちゃいんでこれぐらいですけど、でもみんな大きいんでやっぱ4人、だいぶきついと思います。後ろが4人で前2人なんで6人乗りみたいな感じなんですかね。そうですね。で補助席がここにあって今そうなんですね。最大で7人乗れます。いやそうですよね。リングを積んでるんですもんね。この後ろにいつもリングが入ってるんですもんね。それはそうですよね。前はこれだけ。いやでもそれにしても荷物めちゃくちゃありますね。みんなそれぞれスタッフのもう合宿所みたいなもんですよね。動く合宿所です。それぞれ棚をみんな着替えとか置いて
でスペースが限られてるんで、もうこういう網棚ラックを、まあ、もちろん全部特注なんですけど、映像でつけて。いやー、これはいい映像が撮れましたよ。ちょっと汚いんでモザイクを。いやもうこれがリアルでいいですよ。これは安倍さんのスーツですかね。これ尾崎さん。尾崎さんですかね。もうプロテインもそうですね。それなりにめちゃくちゃわかる。これ誰か稼ごうとしてますね、この株入門で。後ろにこっちにもですね、いろいろと本も実は僕なんですよ。結構いいですね。都市伝説都市伝説も。あとここにもすみません、あっちこっちにもういろんな本読むんですね。三国志とか戦国時代。自分は親近感すごい湧きますけども。まあこういうの好きですね。いやすごい。これを普段健太さんも運転されたりするんですね。もう皆さん順番で。じゃあ常にもう6人7人で移動しながら2時間ぐらいでこう交代しながら。そうですね、大体2時間ぐらいですね。運転してるんですね。いやすごい。でもこれ貴重な映像ですね。あまり入ることないですもんね。ないですね。初めてじゃないですか、多分この中に入ったら。そうですよね。8年ですか。9年ぐらい。はい。結構それぐらいのスパンで新しく変えてるんですかね。ただ僕入社して1回2回目じゃないですかね、これ変わったの。じゃあ2003年に入社してその時からずっとじゃあ長いこと乗ってたのを。はい、そうです。1回買い替えてこれになってる。そうなんですね。いや、多分1回だと思いますね。その前の車はどれぐらいですかね。使ってたか分かります？走行距離でどれぐらいだったかな。5、60万。5、60万ってめちゃくちゃ走ってますよね。すごいな。5、60万も走ってるんですか。5、60万ってすごいですよね。普通の車じゃありえない。多分地球から月まで多分1回は行ってます。向こうには行ってますね。往復はできなかったんですけど月までは行ったんですね。はあ、すごい走行距離ですね。はあ、で今は8年でどれぐらい走ってるんですかね、この。あまり見ないので32万キロ走って。うわー、もうでも今日は10月もうちょっとで月行けるじゃない13日水曜日です。もうちょっとで月ですか。はあ、すごい。いやでも健太さんはでもレフェリーもやられて運転もしてリング作って結構やっぱしんどくないですか？いや、仕事なので。もう仕事なのでっていうやっぱ感じですか？今ふと思い出したんですけど、健太さんのレフェリーネームを何にしようみたいな話あったじゃないですか。まあもちろんタイガー服部さん、かっこいいですよね。レッドシューズ雲野さん、マーティあさみさん、その後に来る健太さんは果たして何になるのかっていう中で一つ候補でシュガー健太っていうのがあったと思うんですけど、何かありますね。自分は結構最有力なのかなと思ったんですけど、そこをあえてこう佐藤健太にしたっていうのはまあ本名ですよね、はいはい、されたっていうのはやっぱりどういう経緯があったんですか？経緯というか単純になんか恥ずかしいですよね、そういう、まあ、リングネームといえばリングネームだと思うんですけど、はい、意味合いというよりもなんか自分の中で気持ち悪いというか、なんかやっぱなんだかんだ言ったってそれはただの会社員なので僕はなんかそれがシュガーさんとか呼ばれるのもなんか気持ち悪いなと。まあそうですね。もしシュガー健太でレフェリーデビューされてたら多分みんなシュガーさんって呼んでたんですね。巡業スタッフとして働く中、2010年健太さんに転機が訪れた。会社から声がかかるというか、はい、若手のレフェリーがもう今いないと、はい、で服部さん引退されちゃいましたけど、はい、服部さん、雲野さん、浅見さん、そうですね、はい、やっぱり少しこう年齢が、はい、上がってきて、上がってきて、はい、で若いレフェリーがいないということで、はい、まあ僕に声がかかって、ただそれでも
その当時で僕30歳だったんですよね多分。なのでそんな若くもないですけど、で初め声かかって、表に出たくないですし、どう考えても難しいことだと思うんですよね。見てるのとやるのとじゃやっぱり全然違いますよね。リング上に上がるなんて考えたこともないし、断ったんですけど、少し考えて挑戦してみようかなと。実は自分と健太さんって同じ同日デビューそうなんですね。だったじゃないですか。今でも覚えていますけど、もうほぼほぼ同期と言ってもいいような、新木場ですね。新宿ですよ。新木場です。新木場です。ずっとこう自分とも練習をしたじゃないですか。そうですね。自分はやっぱデビューする前にこう練習試合とか結構もう何試合もやりましたけど、その中で健さんがレフェリーの練習に来られたり、あと普段の本体の合同練習に参加して受け身とかも取ってたじゃないですか。実際どうだったんですか？いやきついというよりなんですかね、選手ってやっぱすごすぎる、もう超人ですよね本当に。格が違う、なんかレベルが違う。健太さんって実はめちゃくちゃ運動神経いいじゃないですか。いやそんな。俺はやっぱ合同練習で練習してるの知ってるんで。精一杯でしょついてくる。2010年8月24日、佐藤健太レフェリーデビュー。今年で12年目になる。レフェリーの仕事はプロレスの試合を裁くこと。反則行為があれば指摘し、試合の勝敗につながるカウントをする。レフェリーの裁量は大きく、アクシデントが起きた際に試合を中断するかどうかという難しい判断も委ねられている。お疲れ様でした。お疲れ様でした。大丈夫ですか？無事に。はい、そうですね。大丈夫でした。なんか試合中なんかやられることはなかったですか？大丈夫ですか？しかし翌日の試合では選手とコーナーポストの間に挟まれてしまった。レフェリーは試合に巻き込まれ、大変な思いをすることもしばしばだ。これケントさん、あれですか？テーピングとかしてるんですか？はい、あります。はい、してますね。テーピングは予防ですか？それとももう痛めてるんですか？そうですね。始めてから痛めちゃいました。レフェリーの人ってやっぱ結構右腕、そうです。利き腕みんな。やっぱマット叩いてですか？服部さんも左肘は良くないって言っても、自分のさんも肩、肘ですね。浅見さんは首まで。ああ、そうなんですね。あれだけそうです。思いっきり叩いてますもんね。職業病ですね。そうですね。もう付き合っていくしかないってやつですね。若い子2つ目ももうすでに痛いって。あ、本当ですか？選手の怪我に比べたら可愛い。ではすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。密着2日目、仙台大会2連戦ははつらつおじさんこと高木慎吾が締めて終了。25分50秒、高木慎吾選手の勝利です。ヒロムも解説席できっちり仕事を果たした。試合が終わっても裏方としての仕事はまだまだ続く。ケンさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日大丈夫でした？結構いがれてましたね。頬骨が。頬骨ですか？頬骨です。ちょっと控え室で休みした。ああ、大丈夫でしたか？健太さんに休息の時間はない。試合が終わればすぐに会場の撤収作業が始まる。その矢先に緊急事態発生だよ。
急に現場がバタバタし始めた。ケンさん何かあったんですか？ですね、選手がホテルの鍵を忘れちゃったみたいな。連絡、私はホテルの鍵を忘れたんですか？はい、控室に落ちていたので、その確認の連絡なんですが、ちょっとつながりません。そういうことまでやらなきゃいけないんですね。そうですね、私もたまにあります。誰が忘れたかわからない。わからないです。はい。今頃ホテルの部屋に入れないであろう選手のことを気にしつつ撤収作業を進める。すいません、ちょっと前ですよ。ホテルの鍵が落ちて7時。すみません。はい、お願いします。お疲れ様です。あ、すみません。はい、すみません。カードキーが落ちてます。あとです。何やら動きがあったようだ。進展はありましたか？ありました。あ、よかったです。無事にじゃあ解決し。そうです。はい。片付けます。無事に犯人が分かったのでみんなで手分けして荷物をどんどん運び入れる。はい、今日はこれで終わった感じですか？全部積み込みも終わりました。あ、お疲れです。これで本当に仙台工業が無事に終わったって感じですね。2日間。そうですね。吉田さんのセクションまだちょっとやってます。そうですね。いや本当これだけの人数の方たちが動いて初めて興行って成り立つんですね。まあもちろん普段は見えなくていい部分だとは思います。そうですね。でもやっぱりこれは伝えないといけない部分だなと思うので、がっちり映させていただきます。いやこれは選手もここまで知らないと思うんですよね。でもここまで残ることってないんで、いつも自分たちは試合終わったらやっぱすぐ帰ってしまうっていうのがあれなんで、やっぱダメージとかもやっぱりあるんで、なかなか残れないですけど、だから今日初めてここまで残っていろいろと自分の中で思うこともありましたね。いやこれだけの人が動いてるんだと。そうですね。特にやっぱこうテレビの収録もあるとより見えますね。いや一つの興行をするって大変なことなんだなと思いますね。いやお疲れ様でした。あとはもうトラックの中で休んでください。はい。今日はでも運転が運転されるんですか？はい、本当ですか？はい。ちょっとそこも取らせていただいていいですか？恥ずかしいです。はい。わかりました。安全運転で。お疲れ様でした。今日は安倍さんが運転で。仙台南から乗ること僕しようと思ったんですけど、仙台南からの撮影があるということで、安倍さんが変わってくれますということで、このもう乗った瞬間に正直男衆半端じゃないですね、マジで。男6人ですか？ロスインゴッカーとちょっと比較にならないぐらいのこう年季の入った男衆はしてますね。汚いし、物質の匂いです。物質の匂いです。しかも高校生ぐらい。ここから山形は1時間半ぐらいですか？はい。あれば着くかなと。時刻は22時半。翌日大会を行う山形市まで今から移動する。それでは皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。では出発します。お願いします。ケンタさん、会場山形の会場に着いたんですけど、はい、今日はこれは何でですか？明日の設営がちょっと割と早めなので、はい、この会場にお話をしてですね、でちょっと夜から車両だけ止めに許可をお願いして、うわ止めてます。
大変ですね。もう12時近いですよ。じゃあこの後はホテルに行って何かああ洗濯するんですね。じゃあまだ寝るのもまだまだもうちょっと先ですじゃあ車乗り換えですか？乗り換えます。はい、迎えのハイエースが来ます。ちょっとわかりました。待ちます。はい。お疲れ様でした。いやもう12時回ってますね。はい、回りました。でも普段こんな感じですか？はい。洗濯回します。ほぼ毎日。今から洗濯ですか？もう。行きます。休めないですね。しょうがないですね。仕事ですね。まあでも選手も若手の子はやっぱり一緒ですもんね。夜中夜通し洗濯して。まあそうですね。ちょっと懐かしい句もあるんですけど、でもまあスタッフさんはもう辞めるまで永遠と続くわけですもんね。このまあそうですね。そうです。いやもうちょっと早く行きましょう。なんだけど行きましょう。寝るのが遅くなっちゃうんで。結構ちゃんとしたホテルとは思えない結構コインランドリーですね。結構そうですね。珍しいですね。珍しいですね。珍しいタイプですか。フェリーのそのなんですかね、コスチュームじゃないですけどユニフォームじゃないですけど上下って何着ぐらい持っていくんですか？大体3着ぐらいですかね。まあそれを回して、厳選だとやっぱり洗濯もなかなかできないなと。ホテルにランドリーがないと近場で探すんですけど、その近場のランドリーも24時間空いてるとは限らないので。はい。結構地方とかだと早く閉まっちゃうところが多いですよね。ファブリーズでごまかしたことはないですか？いや、その時はもう手洗いします。ああ、それでもいい。これです。でも乾かすの大変じゃないですか？なんかいろいろ工夫しますね。バスタオルでこうああ、サンドで絞ってから乾かすだとか。ちゃんとするんですね。レフェリーになって一番思い出深い試合って何ですか？懐かしいですね。でもないですね。全部どの試合もやっぱり印象には残ってますね。じゃあ今までの試合全部覚えてるかって言ったら確かにそれはそこまでは無理ですけど、でもなかなかの数の試合は覚えてるので、シャトルマッチだとか、あと G1 スーパージュニアとか公式戦以外の本当に若手同士の試合だとか、そういうの結構鮮明に覚えてたりしますね。海野さんと浅見さんについて聞いてもいいですか？はい。どんな先輩というか、浅見さんに関してはどうですか？浅見さんはリングスタッフとしては少しこう授業一緒に回ってたこともあるんで、小型の免許も持ってますし、バスもトラックもどっちも運転できるんで、そういうエミリーとしての今回ですね、先輩ではあるんですけど、なんですか、現場の仕事のなんか先輩でもあるのかなっていうのですね。親しみやすいというか。浅見さんもトラックの運転とかバスの運転されますよね。はい。で、機械ですよね。そうですよね。海野さんはやっぱりもう偉そうに言っちゃいけないですけど、もう大ベテランですから、そんな何も言うことないですよね。もうあ、すげえなってもう見てるだけですよね。メインで海野さんが出てくればやっぱ会社の雰囲気もちょっと変わると思いますし、海外なんか行ったら特にもうレッドシューズも声がありますからね。有名です。はい、浸透してるんだなってすごいなと思いますね。やっぱそこまでなりたいっていうふうに思いますか？僕はですね、いいですね。恥ずかしいです。そんな声も言えないですけども、恥ずかしいですね。恥ずかしがり屋なんですね。でもあれだけもう映ってるわけじゃないですか。大事なタイトルマッチでしたりって時に。見ないんで分かんないです、自分のことは。あ、試合とかを自分がこうさばいてるところとかを見たりはしないですか？ないですね。恥ずかしいです。巡業先でのオフってどんな感じなんですか？オフはあれですね。まず洗濯ですね、やっぱり。ああ、やっぱ洗濯なんですね。洗濯をまずして、体が元気な時はお城
言われてましたね、ネル。あと自社なんか有名な自社とかがあったら、そういうところにも行きたいなっていうのがあるんで。じゃあ高木さんと気が合いそうですね、うちの。ですかね。はい。外観を見たりとか。はい。その時になぜ自社ができたかっていう、そういう成り立ちみたいな。歴史までちゃんと。気になるんですよね。それ写真とか撮るんですか？そうですね。はい。その写真はやっぱ家族とかに送ったり送りますけど、多分興味はないと思います。興味はないですけど、でも今ここにいるよっていうのは来るんですね。はい。いいですね。でそこまでこう走って、はい、走ってるんで、運動しながら。そうなんですね。4、5キロぐらいだったんでね、往復もできる。はあ。でも休みたくないですか？なんかもうそこはちょっと楽したいとかないですか？なんか電車とか使ってとか。それこそ景色を、その街の景色を見ながら、はい、走ったりするっていうのが面白いですよね。街に起伏があるようなのを見たりとか、川がこう流れてるとか、マニアックですけどね、なんかそういうのとか気になりますよね。いいですね。でもいいオフの過ごし方ですね。まあここを使うかもわからないですけど、高橋宏夢ってどんなやつですか？なんですかね。情熱とか、なんていうんですかね、熱気があるっていうんですかね。そういうのがもう抑えきれない、もう溢れ出てる才能だとかも全てが、パワー、力がすごいですよね。で、その力が世の中をちょっとずつこう変えていけるぐらいのものを持ってるっていうか。すごい今自分で聞いてて恥ずかしくなったんでこのぐらいにしておきます自分はここで失礼させていただいて、3日目に、明日最終日なんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ついていきます。ありがとうございました。ではゆっくり休んでください。ありがとうございました。お疲れ様です。密着3日目、集合時間は朝の8時だ。朝早いですね。まだでも普通ぐらいですか？本当ですか？10月14日、山形市総合スポーツセンター。今日でこの撮影も最終日だ。密着をしていて気がついたことがある。健太さんは一人でいる時間がとても少ない。常に誰かと一緒にいる。なんか巡業先スタッフ、なんかこうスタッフの皆さんとなんかお昼ご飯食べ行ったりだとかっていうのも割とみんな個人なんですね。ベタベタしているというわけでもなさそうだが、ふとした時に笑いが起きる。仲いいですね皆さん。なんかすごい楽しくやってるなって感じます。四六時中一緒にいますからね。下手したら家族より多分いる時間みんながですよ。みんな家族より時間長いと思うんですね。なんかでも現場なんかすごい明るくていい雰囲気ですね。雰囲気はいいと思います。これだけなんかちょっと辛いスケジュールとか過酷な移動の中でもこれだけなんか笑いがあるっていうのは何かないとやっぱり続かないと。素晴らしいですね。なんかこれがいい連携になってるのかなと、いいタッグチームなのかなと。出会ってほしいですね。そうありたいですね。助け合い支え合うけれど干渉はしすぎない、まさに家族のような関係性。それがこの職人集団巡業スタッフチームの強さだと感じた。では本当の家族は健太さんの仕事をどう受け止めているのだろうか。そういうのってお子さんでしたり奥様はどういうふうに思われてるんですか？ですね。妻は割と
この仕事を理解してるというか、もうそうですね、理解してるやってるんで、まあ、家を開ければ不安になることとかもあると思うんですけど、あれはしないでしょうけど、まあなんとか。健太さん自体は寂しくないですか？やっぱ借りたいのはありますけど、仕事なんでっていう感じですか？ね。お子様とかもだってまだ小さいと。8歳ですね。8歳。男の子ですね。その子供は割とドライというか、いい意味でというか。じゃあもう慣れてるんですかね。もう小さい頃からお父さんがそういう仕事っていうのを知ってるっていうのはあるんですかね。ちなみにお子様はプロレス好きなんですか？ほぼ興味ないと思います。そうなんですね。父親が何やってるかもいまいち理解してないんじゃないかなと。本当ですか？プロレスでレフェリーやってるっていうのも知らないんですか？なんとなくしか。はい。まではないですね。そうなんですね。健太お父さんの仕事ぶりをこの人たちに聞いてみた。すいません、あさみさん。すいません、高橋宏夢の YouTube です。そういうことです。ちょっと今いや、すいません、今日真面目なやつで。真面目な、なんでしょう。今レフェリーの佐藤健太さんに今ちょっと密着させていただいてて、ちょっともう大先輩レフェリーのマーティあさみさんから見て、健太さんのレフェリングというか、全てにおいてちょっとどう思われてるのかなというコメントをいただければなと思いました。わかりました。佐藤健太レフェリーは、一言で言って真面目です。真面目なんですね。なんて言えばいいんだろうな、もう何事においても妥協しないっていうイメージがあって、レフェリーの方もそうだし、裏方の仕事もリングの方も本当に気が付くというか、もう見ていてそういうふうにいつも感じてますね。レフリングの方とかも多分最初彼はそういうリングのスタッフやってて、最初からレフリー志望ではなかったはずなんですよ。でもそれでもやっぱりね、こっちに馴染もうと、一生懸命努力したのはすごい覚えてますね。もうじゃあ一生懸命ですね。一生懸命で結構本人的には結構口癖で「やばいですっていうか、いっぱいいっぱいな感じで言うけど、見てる分にはすごい真面目にやってるなって、本当にそういうイメージしかないですね。自分のそのあさみさんのイメージとしては、あさみさんって結構不真面目な人が好きなイメージだったんですけど。いや、不真面目な人大好きです。不真面目な人とか太ってんのに動ける人とかそういう人大好きです。でもその中でも健太さんはそうですね、真面目なイメージはもう一回も思ったことないですね。じゃあ YouTube 頑張ってください。ありがとうございます。すいません、島さん、ちょっと今忙しいですね。大丈夫ですか？今ちょっとお時間いただいてもいいですか？もちろんですよ。お疲れ様です。失礼します。高橋宏夢の YouTube なんですけど、ちょっと今健太さんの印象といいますか、ちょっと聞きたくてですね。でも下田さんほどやっぱ大先輩の方に多分健太さんもまさか言われてると思ってないんで、申し訳ないんですけど、ちょっと一言いただいてもいいですか？レフリングの方は私はレフリーをやったことがないので、皆さん拝見されてる皆さんや選手の皆さんのやっぱり思われてることが全てで、とてもテキパキされてて素晴らしいなって私は思っています。で、バックステージのことなんですけど、本当に健太さんにはお世話になりっぱなしで、もうファンタスタカマニアからずっと健太さんって一緒に接してる時間が長いので、助けてくれるというか、本当にお願い事をしたらすぐ教えてくれるし、すごい本当によくしていただいてます。いや、もう健太さん今喜んでると思います。本当に私は本当に健太さん本当に頼り切っちゃってるので、もう本当に一見本には申し訳ないと思いつつ、いつも本当によくしていただいてます。ありがとうございます。すいません、お忙しい中すいません、コメントいただいてありがとうございます。すいません。宇野さんお疲れ様です。なんでいや、ちょっと今カットさせていただくと思うんですけど、ピーって入れるなよお前。絶対ここはカットだと思うんですけど。俺の密着？いや、違うんですよ。何？レフェリーの健太さんの密着なんですよ。本題に行かせてください。レフェリーの大先輩の宇野さんから見て、健太さんのレフェリングってどうなのかな、どういう評価なのかなっていうのを聞きたくて。評価？はい。評価は
いや、いろんな全団体のレフェリー見ててももちろん素晴らしい上位に行くんじゃないの。将来だってもうこの先輩方が退いた後未来のメインイベンターのレフェリーになると思うからさ、もうなってるか言い方はちょっとなんか上から目線になっちゃうけど、あんまり注意したことないよね。彼にこうした方がいい、ああした方がいいアドバイスはしたんですけど、なんか注意というかそういうのしたことはあんまりないから珍しい。結構最初から選手からも評判良かったんじゃないかな。お前らのが一番試合回数多いんじゃないの？俺デビュー戦、デビュー戦もそう。ケントさんと同じ日にデビューしました。あ、そうなの？はい、同日デビューなんです。で実際まで逆にどうなのよ？自分はもう散々この動画通して伝えてるので、伝えてるの？これ今海野さんやっぱ恥ずかしいと思いますけどね。やっぱり先輩から見ての健太さんを知りたいなと。いやでもあと数年後は確実にほら、小笠原社長も。健太さん、今健太さん今本人が前にいるから、いやあいつ確かないよ多分。あんまりねレフェリーとしては多分。本当にたまたま健太さん通りましたけど。多分ねレフェリーとしてはね、あいつは多分かなり下手な部類の人。大丈夫です、今健太さんいなくなりました大丈夫です、本音で。マジ数年後はだってこの会社を背負ってねメインで立ってもらわなきゃいけないし、立たなきゃいけないレフェリーだと思ってるし、運動神経いいよ彼。反射神経反応がいいんで素晴らしいよ。あれはやっぱあれ持ってるレスラーもそうじゃん。持って生まれたものであってさ、鍛えてもなかなかできない何か持ってるものって必ずあるんだけど、それも持ってるいいもの持ってるから、だから伸びしろがまだまだいっぱいあるから、まだ伸びるんじゃないの彼のレフリングのあれが。もう俺らはもうこう落ちてくる一方だけどさ、そこでそうじゃないって言わなきゃダメよお前。いや大丈夫です、って言いましたそうやめてください。もう十分です。もううんさんいい話を聞けました。ありがとうございます。編集邪魔だよ。ありがとうございました。では失礼します。設営完了から選手が入ってくるまでの限られた時間、健太さんはリングにいた。9月にデビューした新人レフェリーへの指導だ。ここ最近で新しいレフェリーが2人出ました。はい。2人もデビューしたじゃないですか。はどう思われてるんですか？なんかいいですよね。なんかこのちょっと大げさかもしれないですけど、世の中もちょっとこう停滞するような、こうどんよりする流れの中で、ああいう若い2人とも20前半、20いくつです。若いです。4、5ぐらいですかね。はい。ああいう若い人がこう表に出てくるっていうのはなんかすごい気持ちはなんか明るい気持ちになりますね。今まで健太さんが一番レフェリーの中で一番下だったわけじゃないですか。そうです。42ですよ。9月で42になったばっかりですけど、42で一番最年少だったんですね。面でこれでも出るか叩きたいところかな。上からこう振り下ろす。いっぱい作れるんですよね。上げて下げて下げる時にこう力入れたら多分持たない。この手のままこれじゃまだ球を投げる。そうそれのイメージ。それを大振りしなくていい。こういう開く時にそっちの方がマシですよね。最初
先輩から未来を託される男はさらにその先の未来も見据えている。もしかしたら、この映像を見て、レフェリーになりたいとか、興行スタッフ、リング屋さんですか、になりたいって思う人がもしかしたらいるかもしれないです。なんかそういう人に向かってこうアドバイスとか。なんでしょう、まずこの業界というかこの仕事がきっと華やかな仕事だと思ってると思うんですよね。きっと例えばファンの方でやればですね、好きな選手と一緒に行動ができるだとか、機会があれば食事に行けるだとか考えてると思うんですけど、決してそんなことはなく、表の華やかさとは多分ほぼ無縁の世界なので、この裏方、僕らがやってる仕事で、まずその辺はなんか割り切れるというか、きっちり覚悟がないとやっぱ本当しんどいと思うんで、まずはその部分ですかね。体力とかは多分やってるうちにつくと思うので、自分が思ってるような世界ではないと思った方がいいと思います。思った方がいいってことですね。でそれを想像を超えると思うので、まだ伝わりきれてないそのいろんな仕事があると思うので、もし何かこの会社に人形ついて回りたい、それは希望して入社するような人がいれば、本当覚悟を持って来てもらってもいいのかなと。生半可では本当にできないよっていうところですね。穏やかな口調の裏にあるこの仕事への誇りと責任、それは後輩たちにも伝わっていた。新しくレフェリーデビューさせていただきました中林泰斗と申します。いろんなことをしていただいているので、本当に巡業メンバーにとってもなくてはならない存在ですね。やっぱり自分もこのレフェリーになってレフェリーやらせていただいて、今後は健太さんみたいになれるように努力していきたいなというふうに思っています。新日本プロレスで新しくレフェリーとしてデビューさせていただきました坂本優也です。よろしくお願いします。健太さんはですね、仕事の先輩としてももちろんなんですけど、僕がレフェリーをやろうと決心する、理由でもあった本当に尊敬してる人なので、これからも一緒にたくさんレフェリーとしても教えていただきたいですし、リングチームのお仕事としても教えていただきたいと思っております。リングに立つ裏方佐藤健太、信頼する仲間と共にこれからもプロレスの未来を築いていく。長い一日お疲れ様でした。もうちょっと終わりそうですね。この巡業の楽しさみたいなのは確か前質問されてちょっと伝えられなかったんですけど、お客さんがこう笑顔になって帰ってくる楽しかったねとか、なんかこういろいろ一緒に来た人も楽しめたってこう楽しながら退場していく姿を見て、そうするとなんか僕らもかなっていうか、その一体感が出るっていうか、なんかお客さんがこう笑って帰ってくるのを見ると、なんかこういう疲れも心地いいものになるなっていうのは感じますね。改めて聞きたいんですけど、レフェリーする前、どういうこと考えてるんですか？試合前ってことですよね。自分も含めて、そのリング上にいる人が全員選手含めて自分が怪我をしないで終われることを一番に考えてますね。何を考えるかっていうか願いに近いんでしょうけど、無事に終わってリンクから全員帰ってくるっていうのを考えてます。今日も明
日も明後日もあなたが生きる街へ男たちはプロレスを届けに行く。